応しろよ。やっと動いたかい。スルーするべきもだけどお前も無反応すぎだろ。クソ太郎オフでランクやってるからね。たまにはのんびり戦争したいんだよ。おかげで敵の裏も突き裂き無関心の勝利だよね。無関心って自分で言ってるじゃねえか。真面目に戦えよ。真面目にって言っても目の前でオスマンスルーだからな。ヤバいスキルのためまってたら味方がめり込んでる。拠点取ってすぐに攻めてきたからな。予想外の攻めではあったな。でも年間超最強クラスのレブチェリ君さえいれば余裕。でも敵の白さんも結構粘ってるな。硬いって素晴らしい。白さんの魅力は放置できるところだしな。ランスロットやレブチェリとはまた違う良さがあるよな。そんなことある？お前のがよが薄いんだよ。なんかいるな。いただきます。ドカーン。妙に外してるぞ。いただきます。そこには誰もいないからな。自信なくなって無言になるのやめろよな。なんかこのオスマン壊れてる。壊れてるよあんたよ。さっきクソ太郎がオスマン外して逃がした敵が重要拠点の補給を狙ってるぞ。後ろを狙いたいが敵はあるギラで武将も2人いる。単体で攻めるとバックアタックでも勝つのは必要な。味方が接敵してるぞ。今だな払え。クソ太郎は敵の前に回って少しでも槍が後ろに行かないようにするぞ。前後からの攻める所属猛進アタックはさすがに強力だな。戦ってる間に補給がピンチだ。しかも味方が少ないぞ。これは守りきれるのか。次はランスロットと伝説区。前シーズンでも前線で暴れてた強力な兵団だ。味方もいなくなってさすがにこれは。こんなにやっても取られるのって何なんだろう。敵がうまいのかな。レブチェリで88キル取れて兵力差もあるのにレブチェリ強いわ。でもそれじゃあちょっと確認してみるか。クソ太郎が2発目のオスマンを外した時にアルギュラが入ってきた。アルギュラと同時に騎兵が C 拠点へ向かっているな。B 拠点下の門から入って C 拠点を狙ってるジャベリン武将もキーポイントだ。アルギュラとスイスが補給にじりじり迫ってる間に C 拠点では2武将1兵団に対して5人の目が向かっているぞ。その間に城壁から6武将が補給に向かって降りていく。この前に2兵団が城壁に上がってやられたのも痛い。3つ目のポイントが B 拠点家門に構えているアルギュラだ。さっき C 拠点が踏まれたこともありどうしてもアルギュラは無視できない。しかも兵団は騎兵が多く対応ができない。たった3兵団4武将の2カ所同時攻撃が補給を奪われるきっかけを作ってしまったようだな。最後にストッパーのあるギュラの出現で数人の味方は動けなくなってしまった。特に武将たちで5人相手に時間を稼いだジャベリンは勲章ものだな。C は好きだけどなんかいる。クソ太郎は大好きな兵団のスナヒソを選んでるな。どうせ6でもないことを考えてるんだろう。ここの B 拠点横の階段は意外にバレないんだよな。敵の観察にもってこいだ。遠距離兵団がガラ空きだぞ。はい、もらったー。ガラ空きの遠距離兵団にスナヒソを走らせた。これは刺さるのか。アンペニンの背中にスナヒソの刃が届く。そしてその刃は反転してユニ兵に向く。まずまず刺さってはいるが消耗が激しいな。これは何か原因がありそうだ。タイミングは良かったがもっとキル取れてもよかったな。何か原因でもあるのかな。いいんじゃないでしょうか。まあ悪い結果ではなかったけどな。思いのほか食らったけどな。木が足りなかったちょっとか。確認してみるか。これはシンプルに武将にやられてたみたいだな。
砂ヒソは武将に弱いからもっと確認が大事だったな。精進しろよ。予定通り C 拠点は奪われ本拠点防衛戦だ。ハットがガラハットは一撃で持っていかれるからな。軽視すると危ないぞ。誰も踏んでないよ。逆目だろお前が踏めよ。誰かが踏むと誰も踏まない。拠点を踏むのは不要なのだ。変わって誰か。クソ太郎の最終学作戦味方が来ないんじゃないのかとか言ってたら武将キルのチャンスが出たら飛びついてきたな。捕まえた。オッケー。大将釘はみんな欲しいんだな。片井も戦場に出て大将釘にチャンスではある。敵の通戦と両トンだしひれを切らして前線を当ててきたぞ。しかしこっちの足並みはいまいち合わないようだな。対してこっちの兵団の足並みは揃っていたね。敵は攻撃されてしまう。これはチャンスだ。クソ太郎は最後の兵団のある寺を前に出す。力来るか。まあいい。ある寺の襲撃で一気にキルを決めろ。いけ肩の押し上げのタイミングもぴったりだ。ある寺の襲撃なんか面白いな。いいぞもっとやれ。まだまだ元気のあるギラは再度交代させてチャンスを狙うぞ。いける。襲撃アルビュラでいける。ブロック取ってまたチャンスだな。構えてゴー。しかし敵はほとんどいなかったな。下がる下がる。弱者の感覚に逃げ腰がさえ渡るクソ太郎。あと2分いけるぞ。あと2分耐え抜けばクソ太郎たちの勝利だ。しかし敵もそろそろ最後の突撃を仕掛けてくるぞ。ほら来た。敵もなりふり構ってられないから怖いぞ。取る。ある日は襲撃で武将を狙いたいクソ太郎。もう少しで天中央に武将が集まるのを待つぞ。KV この動画の視聴者なら大丈夫だと思うがあるギラの V は本当に大事だ。最近 V を売らないために崩壊するあるギラを削ってくるからもったいないな。いい感じで分散してた。このままでいい。敵の攻撃を押し返して残りいいんじゃないでしょうか。ここまで来ちゃえばもう安心だな。まあいいんじゃないでしょうか。まあまあの戦績でデブチェリが活躍3位してくれたな。他が強すぎた。デブチェリいいんじゃない。砂ヒソはちょっと思ったより砂ヒソは市民もっと兵やってくれるは団だからな。ずだったんだけど。ランク上がったら使うの控えるんだぞ。非常に弱いから分かってるよな。お前本当に分かってるよな。もっと細かい操作すればよかった。ここからは今回の試合のナイスプレーを見ていくぞ。最初はこいつらだな。補給を落とすきっかけを作ったアルギラとスイス。タイミングを合わせて C 拠点への取り作戦を成功させたキーラス重機兵。3兵団とも道半ばで負けてしまったが彼らがいなければ攻めのきっかけはなかったな。そしてもちろん武将1人で5人を釣り上げたジャベリン2機。兵団を使わなくてもこれだけの戦果を上げれるのはすごいことだぞ。この釣り上手ね。続いて味方にもすごい人がいたぞ。隠れオスマン2機だ。視界の悪そうな位置にオスマンを置いてガンガン敵に当ててるぞ。オスマンの軌道が美しい。これはよだれが出ちまうな。これだけ当てられると敵は傷を負った状態で前に出るか引いていくか選択を迫られるんだよな。敵の息がいまいち合ってなかったのはオスマン2機のおかげの可能性もあるな。ちなみにこのシーンでもしっかり当ててるぞ。すごい。最後は機械絶対ぶっ壊す2機だな。カラスと将軍砲2機を壊してくれてるぞ。このカラスのせいで拠点に兵を配置できなかったから本当に助かったぜ。カラスは
は戦況をひっくり返すからな。カラスは武将の命よりも重い。今回はこれでおしまいだ。好評だったらまたこんな動画あげるかもな。よかったらいいね、チャンネル登録よろしくだで。それじゃあまたな。